皆さん、こんにちは。今回は、ついに、難易度エクストリームでの、各電脳空間のより厳しくなったノルマタイムを、クリア&同時クリアできるかの検証となります。攻略動画としての解説もありますし、基本は、パワーブーストは、オフの状態でクリアしていますので、苦戦する場合は、解説を参考に、アイテムを集めず、パワーブーストをオンにすれば簡単にできるとは思います。先に話しておきますが、1の2のような通常と比べ、ノルマに変更がないステージは触れず、前回の検証時に無理と判断し、後に達成できることが判明したステージは、今回リベンジしています。パワーブーストは基本オフと話しましたが、例外として、通常は、無理でも、パワーブーストで、レッドスターリングとリングのノルマを達成しつつゴールできる場合のみ、オンにしています。そして、パワーブーストでもレッドスタイリングを集めつつ、時間内にゴールが無理な場合は、パワーブーストをオフにして、リングとタイムの同時達成ができるルートを紹介しています。1の1です。今回は、リベンジとして、パワーブーストなしで、まずは、通常のノルマ43秒以内で、すべてのミッションを達成します。これだけ音声が壊れてたので、BGM だけつけておきますね。以降は大丈夫です。解説ですが、今からだと中途半端になるので、エクストリーム版の時にします。今更なんですが、ホーミングブーストは使用禁止です。使うと証拠も残りますし、やはり、それありきの設計でないことを確かめたいので。タイムは 42.94 でした。かなりギリギリですね。でも、できることは証明できました。1の1エクストリームですね。ボーダーが40秒に入っていますので、パワーブーストです。最初のリング集めもシビアなので気をつけましょう。まずは、各列のリングを制つつ、高台は手前の一つを除いて回収します。ここは、レッドスターリングのある真ん中一択ですね。レッドスターを取ったらすぐにスピングして、地上のリングを多めに回収と解説が追いつかないため、一部の解説を省略します。ご理解ください。タイムは 39.32 でした。またしても1秒未満のギリギリでしたね。こんな感じが続くと思います。1の2は、ミッションに変化がないため、飛ばして1の3です。パワーブーストなしです。レッドスターも道なりにあるし、ルートは前回の動画と同じなため、ほぼ説明する場所にありません。エクストリームの場合は、どうしても時間が厳しいため、ホーミングができるようになったら、すぐに押すことで短縮につながります。最後のレッドスターを取ると同時ぐらいにホーミングしましょう。その後上がったらエアブーストです。これで 36.47 秒でゴールです。またしても1秒未満です。1の4です。短縮技を知っていれば、時間に余裕ができる場所ですね。レッドスターを回収する場合は、早々に振ります。回収しない場合は、チャレンジの時と同じで、カメラの移動を目安にエアブーストで見せます。ループはカットします。反対側に飛び移りましょう。ダッシュリングで浮き上がった後、ストンピングからブーストで少し早く移動します。他でも使えるかな？橋の下に行くより、ループカットの方が少し早いので、今回は上に行きます。タイムは55秒39でした。珍しく余裕がありますね。1の5です。各アイテム回収と並行した場合、タイムが足りないため、パワーブーストを使います。パワーブーストなしの場合は、左のルートから最短経路で行けます。
正面に行くと遠回りなので飛び降ります。このショートカット、自然と足場に座れるので思ったより成功率が高いです。必ずリールにホーミング。その後はレッドスターの近くに着地。取ったら下に見える通路に着地し、そのままだと最後のレッドスターが取れないので途中でどちらかの列に移ります。タイムは49秒01でした。またしても1秒未満です。1の5です。パワーブーストはなし、動きも前回や前々回と変わらないので解説はほぼなしです。エクストリームの場合、ダメージ一発でアウトなので、このトゲは注意。ここも、フォーミングからエアブーストで2短縮です。スプリングを踏むより短縮できます。タイムは1分7秒47でした。思ったより余裕はありますね。1の7です。ギミックを無視することさえ知っていれば簡単なはず。この後は正面に進み、クリを攻撃した後近くのレッドスターを取る方が簡単ですね。連続グラインドの後はチャレンジの時と同じで、エアブーストで右に飛んで仕掛けを無視します。ループ後、鉄棒エリアですが、1つ目をエアブーストで無視して、2つ目から飛びます。あとはいつもの通り、最後に自分で降りて、鉄棒を無視してゴールです。タイムは48秒ちょうどでした。余裕のゴールでしたね。2の1です。タイムの余裕がとにかくありませんので、少しでもミスすると大会はダメです。最初のスクリーンの後は、2体目の敵をエアブーストで超えます。レッドスターの心が逆なので、自力でジャンプして、エアブーストで先のレールに行ってます。レッドスターを取って、下から高さを合わせてスプリングに触れます。滞空時間を減らして微短縮です。タイムは1分1秒84でした。本当にギリギリですね。2の2です。ダメージを受けてはいけないことが少し厄介ですが、楽にいけます。最初のレッドスターが一番難しいです。先にホーミングか、動画のようにうまく上空を抜けましょう。遅いと攻撃が来てアウトなので注意。タイムは30秒90でした。攻めた分余裕がありますね。2の3です。時間に余裕がないので、セレクターはほとんど回避します。最初の場所は、登り始めにジャンプで回避です。
その後にもセレクターがあります。ジャンプからフォーミングか、ライトダッシュで立ちつつ加速もしましょう。4つ目のレッドスターの後、ジャンプしてセレクターを回避します。その後は連続でフォーミングです。タイムは41秒96でした。最適な道なりに進んでいるのに、この余裕のなさとは恐ろしいです。2の4です。ループカットは必須ですね。本的な解説は前回の分があるので差分だけ解説します。レッドスターがある上に行く必要があるので、鉄棒は一発で成功させましょう。鉄棒は必須です。2連続で成功させてください。あとは正面に進むだけでゴールです。タイムは40秒77でした。鉄棒に失敗したらボーダー内でクリアできませんでしたね。2の5です。いつもの通り、最初はブーストで迎え、棒を最速の周期で登ります。ブーストで降りて空中でジャンプし、1個目回収、その後ドロップダッシュがスムーズに進みます。正面のスプリングに触れて上に行きましょう。チェックポイント後のレールは上に飛ぶ必要があります。奥に行くとタイムが遅いです。上に行ったら、今後はストンピングで高度を稼いでショートカットしていきます。タイムは 49.72 でした。ストンピングの小技を知っていると余裕が出ますね。2の6です。タイムのリングも結構厳しいので注意ですね。レール上のリング回収は重要です。この上にあるリングを回収しましょう。一番上に来たらエアブーストです。チェックポイント後のレールは左、右、左で行くと大きく拾えます。このまま滑っていると時間がかかるので、右のレールから飛んでスプリングにホーミングしましょう。ここは右のレールから入って10リング拾ったら左に移ります。終盤のレールも右から入って取ったら左、最後は右にブースト状態でいる必要がありますが、左で動画より粘るとさらにリングを拾えます。空中のリングを回収したら次のレールは左、右、左です。タイムは1分29秒30でした。リングの数もなんとかなりましたね。2の7です。無理ゲーだと思われましたが、なんとパワーブーストなしで全ミッション同時達成可能でした。この辺はいつもと同じですが、あの黄色いスプリングのあたりから大きく変わります。早速ですが、スプリングには触れず、右にジャンプしてエアブーストで進みます。敵をジャンプで飛び越え、その後、2段ジャンプとエアブーストで進みます。ピボットの中にリングがあるので、これを回収。左に2段ジャンプからエアブーストでスプリングに触れると、ジェットスター下に降りて、右に坂を登ったらすぐに右に飛び、先に見えるスプリングは無視して2段ジャンプからエアブーストで無理やりレッドスターを取ります。あとは道のりです。
57秒88でした。これはすごい達成感ですね。3の1です。前回の解説でほとんど完成してますね。ループカットができるとだけです。敵が多いので、エクストリームだとちょっと注意ですね。端の方を行けば当たらないですが。最後のループは落ちやすいのでカットしない方がいいです。エクストリームとはいえ、ここは普通に間に合うので。タイムは1分20秒84でした。ここもカットができると余裕ですね。3の2です。鉄棒なれば、もちろんパワーブーストなしの場合はいくつかの大幅なカットに続けるかで達成できるかが決まります。連続鉄棒地帯は時間がもったいないのですぐにミスして下に行きます。上に行くと待ち時間が出るので必ず戻ってセレクターに入りましょう。次のセレクターはジャンプでかわして鉄棒にホームで鉄棒後のレールからうまくジャンプして10人にある足場に行けると早いです。この先が今までと違います。最初のセレクターで上に飛んだら風船と反対方向にエアブースト、これで1周分スキップします。バリケードの位置から2段ジャンプすると鉄棒にロックできる位置に来るのでこれでスキップ成功です。最後は鉄棒3連続か最後の足場から2段ジャンプでジェットスターを回収できます。タイムは1分23でした。これだけ大幅にカットしても余裕がありませんでしたね。3の3です。エクストリームだからといって時に対策することはありませんが余裕はないので少しの操作ミスが命取りとなります。一応気にかけたりことといえばホーミングは基本的に時間の無駄なので敵は無視して移動してます。この分岐は必ず左に行きましょう。前回と違い、レッドスターの回収が必要なため、一つ目を取ったら手前の敵にホーミングして、その後エアブーストで渡っています。タイムは1分33秒02でした。久々な1秒未満ですね。3の4です。前回でほとんど解説できてますので注意してほしいところだけ触れます。
レーザー地帯ですが、越えたら、すぐに、ストンピングから、ブーストで速度は落とさないようにしましょう。時間が足りないので、下の方にある斜めのダッシュリングは、無視して、エアブーストで、正面の方にリングに入ります。タイムは1分5秒20でした。全部回収するとこんなにも厳しい設計です。最後です。ドリフトしないでいけば余裕が出ます。ライトダッシュは有効活用しましょう。一応全部ドリフトした場合も加速すれば間に合いそうです。タイムは51秒67でした。余裕ですね。3の6です。前回と違ってショートカットを少し使うのでそこを解説します。早速ですが、当選にはホーミングせず、エアブーストで飛距離を伸ばして、スプリングに先のリールも無視して、エアブーストで空中ジャンプで飛距離を伸ばして敵にホーミングします。順調に進めれば、この時点で足場が上に来ているので、高い場所からジャンプとエアブーストで乗り、真ん中のレッドスターを回収して進みます。セレクター地帯はジャンプからエアブーストで3つ目に入ってスタートしましょう。短縮です。残りはダメージを受けないように注意しながら進みましょう。タイムは1分54秒14でした。短縮の効果が出ていて余裕がありますね。3の7です。困ったことにパワーブーストを使って急いでもレッドスター回収でタイムを満たすのが無理だったので、パワーブースト無視でリングとタイムのノルマを達成する方法となります。ルートが上一択です。下では絶対間に合いません。下から来ると、この時点でどうあがいても10秒ぐらいの差はあります。ここはタイマーで覚えていればトゲが出ないタイミングでエアブーストで直接飛び込みます。このスプリングの後もエアブーストのチャンスですが、足場の動き次第ではトゲにぶつかる可能性があるので注意。2回目にホーミングして上がった反動で左にエアブースト、足場に乗ったら右側にジャンプとエアブーストでスプリングにホーミングします。
左のスプリングで飛んだ後、右に向かってエアブースト。あとはゴールに向かうだけです。タイムは1分4秒94でした。上ルートで、これですから時間が足りないのがわかると思います。4の1です。これまでに紹介したショートカットを使ってもギリギリです。さらに短縮の点を解説します。この辺は、上でも下でも誤差の範囲内で行える、チェックポイント直後の風船地帯は、飛び込んで中盤ぐらいからスタートしましょう。ブロック地帯は、右からスプリングで飛んで、外側を通ります。スプリングの直後エアブーストで、直接ダッシュパネルに乗ります。2段目に敵がいますが、無視して、エアブーストで直接リールに捕まります。手前1体だけ倒して、エアブーストで着地。その後のショートカットをするため、必ず着地しましょう。とにかく急ぎます。ダッシュパネルに触れると、強制的に下ルートになるので注意。ボード地帯は、壁にぶつかると減速するため注意。タイムは、1分28秒16でした。上ルートだと余裕がありませんね。4の2ですが、パワーブーストを使っても、回収機か、前回の動画で、エクストリームの S ランク1分5秒以下のタイムでクリアしたため省略します。では4の3です。序盤は変わらずですが、中盤から改善しています。この辺りが違います。左に行く、レッドスターを回収、レールに乗らず、右にジャンプしてリールに捕まり直接上に登った後も動く足場の上から、ジャンプとエアブーストで上の通路に直接乗っています。あとはいつもの通りに。タイムは1分3秒92でした。大胆なカットのおかげで余裕がありますね。4の4です。パワーブーストなしでいけますが、劣化のリスクがあるショートカットは必須です。早速ですが、ルートカットしましょう。右か左の足場に飛び移るだけでいいです。前回の動画やこれまでのステージでも話しましたが、縦に登る際には、ストンピングの反動をうまく使っていきましょう。少しタイムを短縮するため、その先の風船は、レールから飛んだ勢いとエアブーストで避けましょう。この後は、レールから降りて、下のスプリングに、トーミング、その後エアブーストでトーミングです。少し難しいですが、必須級のショートカットになります。
タイムは1分58秒70でした。これだけやっても5秒ぐらいしか余裕ができませんでした。4の5です。S ランクボーダーがかなり厳しいので、できる限り短縮になる方法を解説します。このように足場を渡る際に滞空時間を減らすためにも、わざと落ちてから空中ジャンプで帰ってきましょう。また、リングのノルマも厳しめなので、エアブーストでリングの列に当たりに行く必要があります。位置調整に2段ジャンプをしている理由はありません。このようにエアブースト一発で飛び込みましょう。このレープ後はすぐジャンプすることだから忘れずに。最後もジャンプはせずにエアブーストでいきます。タイムは59秒51でした。リングのタイムもギリギリでしたね。4の6です。ある分岐に気づけるかが全てです。それに気づけてもなんとかいけるぐらいなんですが、エアブーストはせずドロップダッシュで行きましょう。坂で大きく上がるとタイムロスなので、うまいことジャンプして調整。ダメージを受けたらアウトなので気をつけて液体と敵をかけます。縦に登るのでストンピングを有効活用します。この後が新ルート、ストンピングとエアブーストで上の方にあるスクリーンに触れることで長いパイプ移動をカットします。タイムは 16.95 でした。ここまでやって1秒ぐらいしか余裕がないなんて。4の7です。いろいろとギミックによるステージでギミックカットは必須です。基本的なことは前回と同じなので解説はあまりしません。リングは通り道だけでも必要数に対して倍ぐらいの量が落ちているので必死になって拾う必要はありません。リングを見つけたら取っておくと足りないということはないでしょう。ループ後は戦車をすぐに倒し、上がったら空戦にすぐホーミングします。少し進みレッドスターを回収したらストンピングで上がりゴールを目指しましょう。タイムは1分1秒28でした。少しでも遅れると達成できませんでしたね。4の8ですが、残念ながら平行攻略は無理でした。ですが、通常の基準である30秒以内の完全攻略は完成したので、まずは最短攻略を見ましょう。ルートは変わりませんが、動きは最適になっています。タイムは20秒54でした。なんとか達成です。では、次は完全攻略の30秒以内です。リールで上がって、ストンピングでダッシュリングに、上がった後の調整でレッドスターを取り、近くの二次リングにエアブーストで入ります。駆け上がるパートが終わったら、中リングにライトダッシュ、右奥の敵にホーミングして上がった後、レッドスターにライトダッシュ。最後は、ストンピングでうまいことレッドスターを取ってダッシュリングで復帰。これでなんとかいけます。
4-9です。気をつける場所は2箇所です。少し難しいですが、そこさえできれば全ミッション同時達成可能です。前回の動画でも字幕で補足しましたが、上下する足場の上にリングの列があるので、ジャンプからライトダッシュで無理やり登れます。その後はエアブーストで少し動いてストーピングする必要があります。突き出る足場はリングを少し振りってすぐに上がりましょう。ここで待ってしまうとタイムが足りません。10リング拾いに行ってますが、今回は未定でした。足りない場合はここに行きましょう。タイムは56秒26でした。少しだけ余裕がありますね。これにて全ステージ終了です。最後にちょっとしたまとめを。通常のモードでは今回再検証の結果、同時達成が不可能なステージは4-2のみとなりましたね。パワーブーストは1-1、1-5でしか使いませんでしたね。結構いけるように調整されてるみたいです。そんなわけで春の旅立ちの動画はこれをもって完全に終了となります。今後は姉様のゲームギアシリーズ攻略動画を楽しみにしていただければと思います。もちろん私もまたアップデートがあったり、他のモダンソニックの攻略や検証で出番があるかもしれません。チャンネル登録や高評価も励みになりますので、よかったらお願いしますね。それではまた会える日まで。ご視聴ありがとうございました。